私の生活変わったできたよ。本当にありがとう。私今本当に MMA 選手からね、だからもっといろいろが見せたいです。今日もちょっと長い試合2ラウンドいくかな、ぐらいですね、試合です見せたいです。はい。いやもう本当嬉しいっすよね。埼玉でしかも大晦日でこんだけお客さん入ってくれるなんかタイトルマッチできるって本当に感謝してますね。ライト級王者、さあアジューソンソーザ、創始直系の盆栽充実正統伝承者ロベルト・サトシ・ソーザ。悲しい時人前で涙を流せる男。さあ大晦日はお祭り男。ここで勝ったらお祭り騒ぎ。勝って泣こうぜ挑戦者八千祐介。ライト級タイトルマッチファーストアタックに注目してほしいですね。はい、サトシ選手って意外と勝つときあっさり勝つイメージありませんか？そうですね。逆にね、そこが攻めどころかなと思ってね、はい、八千選手としてはさあ第1ラウンドいきなりさ最初が絶対彼走る膝自重に飛び膝が来るから足のディフェンス練習した。ここしっかりしのぎたいです。立てるかどうかですね。マウント、いきなりマウントですね。厳しい。さあやはり充実、あり地獄、そのまま充実フルコースに持ち込まれるのか。コーナーを使って立ちたいんですけどね。右首に回る首入るよ。しまうのか。クラッチだけ注意。ポジション的にもこれセコンドのね声も聞こえやすい場所ですし。ああ首が。さあ早くも左に首入る。入ってんじゃない。どうだ決まるか。絞り。戻したやち。15分使って全部で勝負ですね。まあだから作戦通りにはいってたと思います。切りました。今度はエースが上になる。肘だ。ここから強いですからね。でも小林さんこれしのいでますよね。そうですね。逆に浴びせましたし。持たれたくないです。ああ持たれてますね。三角組んで。はい。敵が逆に来た。セットアップされた。さあ逃げられるか。まさかの逆でしたね。しのげばしのぐほど。今の三角陣も最初は八千選手を右手を持って三角狙ったんですけど、しのがれた瞬間に逆に行きましたね。やり返して切り上げもある。おお、1ラウンド終了。劣勢ではあります。でもしのいだのは確か。私に話したのはもう本当にこの試合が2ラウンドまでが行きたい。もちろんね、私1ラウンドでチャンスにあればできたらもう決めていく。ね、でもちょっと相手いろいろなディフェンスで我慢したとか、私ちょっとチャンスができないから、でも本当に2ラウンドまででいたから本当にとても良かったね。さあまた2タップから倒しきる。しかもリング中央です。簡単に絶対取られないから。さあリストを握りました。アームロックの体勢。これ足抜けたら危ない。家賃の左腕を狙っています。クラッチしてますがこれが外れ足抜けたらもう非常に危険です。バック取りに来るから。このバック取られるんで、なんとか戻すか。まだここ離しません。王者内側に腕十字があります。抜けた後だと。いや腕十字を狙ってますね。はい。回転させながらクラッチ切れると危ないぞ。ここは三角横三角か。やっぱり決めた。2ラウンドに決めた。初防衛成功。ロベルト・サトシ・ソーザ、八千祐介を三角締めで切って落としました。一つの技をしのいでもその次が来て、またそれをしのいでも次が来るっていう、このなんだろう、もう終わりがないんでしょうね。関節技に。
全然予期してなかったの入り。くっそー。取りに来て10時でやつくん抜こうとした時に三角に変えられた。いやもう全然分かんなかった。あーマジかよこれ。何にもしてない俺。リベンジするからね。やっぱり強い先生になったね。できたから絶対リベンジする。ジャンプでいいんだよそれは。ずっとジャンプでいいんだよ。頑張ります。まずリベンジする。まあこの1年5ヶ月で自分で成長を感じれた部分も試合であったんで、まあ確実に差は縮まってるなと。全然落ち込んでますけど前向いてこれからもやっていきます。彼1回だけミスしたからもう君にできる、だから私その自信がある。誰でも榊原社長頼みがあるね。ベラトール選手とも戦いたい。ダブルチャンピオンも日本になりたい。それからどうみんな面白くないですか。自分が負けたらもう日本のヘビー級は終わりだと思ってるんで。完全に効いてますね。今大会唯一ラインナップされたヘビー級の一戦。一つ吠えていった。さあ戦いのゴングが打ち鳴らされています。関根シュレック秀樹はいきなりタックル、これを切りました。やっぱ昔からね大晦日といえばやっぱヘビー級のね怪獣同士の戦いっていうかここですね。際ですね。左を見た硬い音がした。見えてないんですよね。相手をしっかり相手を見た。膝、そしてパンチのラッシュ。膝ここ関根が厳しい。左目も見た通り潰れちゃってるし、もう自分の方が全然ダメージあります。もう本当にいろんな人の思いが自分を頑張らせてくれました。関根は豪快さとそして細かな軽量級のようなテクニック。ジャーマンスープレックス上になりたい。なりました。これが関根サイドポジション。自分はもうプロレスでジャーマンを決め合わせにしてて UW インターでゲイリオ・プライトのジャーマンを見てずっと練習してね、学生時代もそれはジャーマン食らったらボケです。自分が思ってるほど主体になった時に体が動かないなっていうふうにはありました。鉄井哲也、ちょっと清水さんが見てないか。これいけばいいんじゃないですか。レフリーストップマンかもしれません。関根シュレック秀樹、さあスーパーレナー手出しが動かなくなっちゃって飛んでないですか。飛んでないですけど、はい、分かりました。手出しが動かなくて気迫で勝る部分が相手の方があったのかなというふうに思ってます。一旦ちょっとゆっくり考えてまたやり直したいと思ってます。勝って言いたかったことは3つある。プロレス最強。2つ目はね、警察官最強。あとね、昭和生まれ最強。もうちょっとだけ頑張ってよと思ってありがとうございます。
マルキニウスが秀樹は心さえ保てば最強だからと言ってくれました。だから死んでもいいと思ってやったからね。自分を信じて頑張ればひっくり返す。気持ちで気持ち。打ち合ってもいいし、寝技の展開になっても別に来るんで MMA を見せますわ、僕が先輩として。なんと最初からよしやったよっしゃやばいっす。いやもう完璧です。完璧です。曽根一真生粋のストライカー、そして太田忍グラップラー、いやレスラーです。レスリング銀メダリスト、金メダルを獲得した河合姉妹もやってきています。今第1ラウンドのゴングが打ち鳴らされました。画面奥金色のトランクスが太田忍、そして画面手前側黄色や黒のトランクスが曽根一真です。まさしくその MMA ファイターとしての進化を見せられる試合かということですよね。もうちょうどいい相手ですよね。はい、さあ倒していった。放ったよとか。この展開から投げられるんだっていうのがあって、やっぱ予想以上でしたね。レスリングは相手を転がす、テイクダウンするっていうまでの競技なんですけども、その先もあるのが MMA なので、その時のベストな選択ができたかなと思います。上の方だ、今度はすごい叩きつけていきました太田忍。10時大丈夫ですか？はい、10時。全然問題ない。もう深く入れてたので。あれも首から落ちたから、えぐい角度ないから。曽根選手も打撃で攻めたいのは山々だと思うんですけど、やっぱり合わせられやすい。一気に入った。心に入りましたね。入りましたね。バックハンドロー入りました。あれダウンしました。感触良くて、入ったなと思ったんですけど、あれなかったら多分下がんでいってました。結構飛んでた。飛んでた。もらってますね。そうですね、パウンド、そして膝、これもまたテンプルに入れていく。あ、でも止めた。おお、さすが。決めてみせました。ライジン3戦目。曽根選手うまいので何でもできる選手なので、ちょっとびっくりですね。覚えてる？覚えてる。ちょっと膝もらってる。引いた。ちょっと。いける。ダメでしたね。まあこれが僕の実力ですね。ちょっと新しい夢に向かって頑張ろうかなと思ってるんで。こんな大きい舞台に出してもらってすごい良かったです。皆さん、パラストラ千葉ネットワーク、大木久保選手、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。すげえ、いやめっちゃおめでとう。いやもう本当に力になりました。頑張ります。ラストのボス。力になります。いいこと言うよな。いい勝ち方しちゃった今。すごかったな。久々はないです。いや一安心です。外人では中堅選手、テアルトル選手に勝ったら査定試合のように言われてたので、なんとかクリアすることができたので、もう一つ上の段階で戦っていけたらなと思ってます。まあ俺がおらな始まらんすよ。いやもうバチバチでいきますよ。それをみんな求めてると思いますし、楽しみにしとってください。いいじゃん。右一発。
フェイスオフした時にめっちゃヘラヘラしてるんですよ。ムカつくじゃないですか。もうマジでぶち殺します。画面左コージ VS ヤーマン。ヤーマンコージという壁を越えることができるのか。さあ今第1ラウンドのゴングが打ち鳴らされました。さあここローキックローブローになりました。結構強烈に入りましたね。再開されました。指導のはコーチ選手。戻り返していった。バッティングバッティングですね。試合でローブローもらったの初めてで、立てなくなるぐらいきつくてダメージは相当ありましたね。でバッティングも前歯折れたかなと思って大丈夫なようです。試合が再開されました第1ラウンド1分20秒残り。ローキックから今度まだローキック強烈。さあコンビネーション今度強い。全然大丈夫です。身が悪かったな。じりじりとプレッシャーをかけて相手を弱らせる。押し返すやらない。スコーンってもう拳当たったのが分かって、何発使ってんの？はい、倒れるかと思ってラッシュかけたら逆に引かされて単純に打たれて一回止めました。右ストレートかなんか。さあ行け。ケビアーマン休まないですね。休まない。すごいっすね。試合終了。青山。2対0。泣き崩れましたが見事ライジン初勝利。何も言うことないですね。かっこ悪いなとでかいこと言ってるんでね、やっぱりその言葉の意味っていうのはしっかり考えないとダメですし、まあ冬眠しようかなと、はい、まあ、考えようと思いますよ。底辺からここまで来ました。自分でしか自分の道切り開けないと思うんで、僕は切り開きました。開きましたよね、本当にね。最高。ありがとうございます。誰強いです。素晴らしいですよ。ああ、夢みたいです。ありがとうございます。夢じゃないよ、現実だよ。最高の正月だね、これ。やったね。本当に夢じゃないですよね。本当に夢じゃないよ。前半で見えてました。見えてたね。見えてました。見えてた。それはちょっとやばいです。ヤーマンもヤーマンでしたし、コージ選手もヤーマンでした。ライズでやっぱり今年一番盛り上げたのはヤーマンなんで、やっぱヤーマンの男です。気づけば格闘技の祭典の大晦日にいるんで、本当飛躍の1年でしたね。ここから盛り上げていくのは俺だぞっていう気持ちで頑張ります。結構お父さんとかもう決まったからは堂々としろっていうのは言ってもらってたんで、本当に平常心のままずっと過ごせたって感じなんで。全く緊張してなくて、それが怖かったですね。逆に、はい、ありがとうございます。一応ちょっと大晦日なんで。お客様、お気に召しましたら永久指名お願いいたします。異端のファイターマッスルプリンスユーシ、歯が白いホワイトニング済みです。姉のクリニックで一番近くで見た世界一の努力に突き動かされないわけがない。総合格闘家三浦孝太、約束の端に立つ。ここはライジンです。今はまだキングカズの次男、ただそれだけ。果たして数分後彼は何者になっているんでしょうか。夢見てた舞台だったんで、今ご両親が観戦に駆けつけています。あんま目立ちたくない地味な格好で行くって言っててあれだったんで、
こよかったです。さあその胸には今触りましたお守りです。そう男はつらいよ、お父さんと一緒に大好きな映画。お父さんちょっとやっぱ寅さんに似てるとこあって、久しぶりに家帰ってきたなって思ったらそろそろ行くわみたいな感じでまた行っちゃって、もう本当にいつも寅さんみたいだなと思ってますね。お母さん不安があったんですけど、あんまり表には出さないようにしてくれたんですけど、あと聞いたらお兄ちゃんとかに交代した試合だから早く帰ってきてあげてとかは言ってたみたいです。今左でナイスシュート決めました。試合の時にいざああいうチャンスが来た時に蹴れなかったら嫌だなっていうのもあって、もう準備はしとこう。めっちゃ気合入ってんなって思ってましたね、相手に対して。最初のその1分ぐらいの時間帯はすごい怖いなっていうのありました。はい、さあ一番緊張しているのはひょっとしたら父親かもしれない。いきなり来た。これはでも想定内っていうか、絶対なんか突っ込んでくんだろうなっていうのは思ってましたね。分かってる勇士、自分から行きます。右のローキック、カーフキックですよ。ちょっと足バランス崩しました。もう一つタフビ、左フック、いやいいぞ太田。ちょっともらってたかもしれないです。でも試合の時はなんか結構楽しくてあんまり覚えてないですね。さあ右の打ち下ろし、藤井恵さんどうですか。今あれですね、テイクダウン狙っていきましたけどバランスいいですね。粘りもありますね。しかし下から首取ってます。首取ってる右。タックル来た時はちょっとラッキーって思っちゃいました。これだけは結構練習でも得意なんで。いやまだ落ちていないか。まだ続いています。相手がもう自分の中では完全に落ちてるなと思ってて、審判の人がこう寄ってきたんで、その終わっちゃったのかなと思って、試合が。それで話したらそこから落ちてないって言われたんで、もう一回締め直したって感じです。ギリギリで意識があったんで、止めるぞみたいな審判の声に対して、いや大丈夫大丈夫っていう風にギリギリで言ってた覚えがありますね。足が上がってきてますが、これ三角を手を流して三角狙っているように見えますね。三角締めあるのか。なんともう腕が結構疲れてて、パウンドだけはもらいたくないなっていうのがあって、三角のタイミングが来たんでやってみたって感じです。あんまり決まってないなって思ったんで腕に変えたって感じです。少しだけずれていますが、本当気持ち強いなって思ってましたね。これほぼ決まりかけてますね。次の攻撃いきますね。すごい止まらないよね。お父さんの遺伝子を受け継いでるっていうのもいろんな人に見せたいなっていうのはあったんですけど、まるでジャンプの主人公のような運命を自ら掴み取った。いやー来ました。完璧です。アスリートの親子をここで抱擁します。第1試合1ラウンド3分0秒テクニカルノックアウトにより勝者三浦。ありがとうございました。白いスーツ着てるのに血だらけの僕にハグしてくれたっていう、その男気のかっこよさっていうのをすごく感じさせてもらったんで、国民的スターの息子さんのその気持ちの強さも感じましたし、お父さんとお母さん、本当にいっぱいちっちゃい時は迷惑かけたのにもかかわらず、初めての試合を見に来てくれて本当にありがとう。これから格闘技界のキングになれるように一生懸命もっと頑張るんで、僕のファンになってください。ありがとうございました。もうお父さんは割とすぐに焦りが
出てて、今回のデビュー戦でこんだけうまくいったことによって今後は本当大変になるっていうのをちょっと裏で言われて。体いっていや疲れた。1月の2日ぐらいからはちょっともう練習した方がいいんじゃないかみたいな。戦術的なことはお父さんわからないけど、プロのサッカーの一線でやってきた経験をもとにいろいろアドバイスくれて、ありがとうございました。すごい自分はなんか舞い上がりすぎることもなく初心に戻って考えれたんで、すごい良かったなっていうのは思ってます。あそこの三角からの流れなんて僕最初のうちできなかったですもん。秀夫君とかああいう感じでやるじゃないですか、三角締めから腕十字いってとか褒めすぎかもしれないですけどなかなかできないですよね。練習はもう全然特別扱いしないんで、そうです、逆に人より厳しくしてます。勝った後のポーズマジずりやとっさにカズダンス自体は自分はもうやってはいけないと思ってたんで、お父さんがサッカーで作り上げてきたもんだと思ってるんで、最後のポーズだけ借りたって感じです。今回の試合やってみてすごい試合が楽しくて、本当やってよかったなっていうのを応援してくれる人が増えた分、すごいなんかやる気も湧いたし、格闘技に対する楽しさみたいなのも前増えたんで、次の試合に向けて本当さらに成長していきたいなって思います。あれだし、やっぱ得点からあれだけど、悔いは残らないですね。やっぱり朝倉選手やったから盛り上がるですね。短い期間で試合受けてくれてありがとうございましたみたいな、なんかまたやりましょうみたいなことを言いました。この時はちょっとホッとしましたよね、さすがに。負けたら終わりでしたね。打撃戦でしょう。ライジンでまた戦います。2月の23日エコパアリーナで試合します。